おはようございます。画家のギソです。皆さんお元気ですか？暑いですね。今日はですね、印象派風に描いてみたという動画なんでございますけども、ちょっとこれにはですね、いきさつがございまして少しお話しさせてください。ですね、鬼高評価、サブチャンネルよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。あと、ちびっこが出ております、恐竜チャンネルもぜひお願いいたします。で、そこにですね、応募してきてくださったスウェーデンのひなさんが、印象派風の絵を投稿してきてくださったんですけども、でそれのアンサーとしてライブ配信で、ちょっとこうアクリル絵の具で、描いてみたんですね。で、こういうふうに印象派って、こういうふうにというか、こういうところが皆さんの問題点かなということで、アンサー動画として、ライブ配信で返しました。で、その動画の中ではちょっと違う方をずっと言っていたんですけど、アメリカの方を言ってしまっていたんですけど、スウェーデンのひなさんでした。で、その動画を見てすごく参考になりましたということで言ってくださって。で、どんな写真をもとにどんな場面なんですかということで、スウェーデンのひなさんのね、こちらなんですけども、もちろん非常にいいでしょ、もちろんね。で、その元の写真も送ってきてくださって、もう少し皆さんにとってちょっとレベルの高い印象派の描き方みたいなのを、こちらですね、こちら。はい、モザイクでございます。を書いていると同時にこういう風に突き進めますよということを、お伝えできんかなと思って今回、この作品を描きました。ちょっと難しいと思いますよ。でも大丈夫。皆さんならついてくれます。私の視聴者なら大丈夫。ぜひご覧ください。どうぞ。それではちょっと解説をしていこうと思います。よろしくお願いいたします。まずですね、これキャンバスボードというのに、鉛筆でまず下書きをしていっております。ひなさんから写真をご提供いただきました。で、まず鉛筆でですね、軽めにこれは下書きを取っています。完璧にこうでは印象派ないです。もちろんね。ただ、1時間ほどで描いた作品でございます。これはバーンとアンバーやと思います。バーンとアンバー。で、アクリル絵の具からまずやりました。もうまずこの時点で印象派ではないんです。印象派油絵ですからね。ただ、簡易版ということで、まず暗い、木々をバーンとアンバーで描いていきました。ごめんなさいね。簡易版ということで。大事なことはここじゃないです。これは下書きというかですね、そういった段階なので、ここではないです。ただ、ある程度このぐらいの褐色系とかが、下地として多いんじゃないかなと、印象派の絵とかの下地がちらちら見える時があって、私なりの推測として、これも皆さんが多分で、これイエローオーカーです。で、これぐらい明るい色やと思うんですね。で、まず形だけは焦げ茶色で撮ってみて、で、今イエローオーカーを全面にただ塗っていくだけなんですけども、全体にある中間色を置いていくというような作業です。で、これもアクリル絵の具です。1時間で描きました。はい。ひなさんならわかると思います。はい。LINE で画像送られてきて、ちょっとなんかイライラしていたので、なぜかわかりませんけども、この日はね、朝から日曜日なんですけど、珍しく YouTube のためのちびと遊び行こうかなと思ったんですけど、なぜかわからないですけど、ちょっとイライラしていることがありまして、もうせっかくやったら気分転換にありがとうございました。いい気分転換がひなさんできました。ということで、じゃあせっかくやったら印象派を、ここまで。で、こういうふうに大体油絵でされていいと思います。ここまでね。で、これね、フタロシアニンブルーみたいなのが入りました。フタロシアニンブルーがあったかどうかっていうとなかなかなんとも言えませんけども、青ですね。ちょっと鮮やかな青を見えている隙間の空に塗っていきました。で、見てください。この時もうすでにタッチをいろんな方向に置いていってるでしょ。いろんな方向に置いていきながらやっていっております。点々とで、まずそのタッチの方向ですね。なんていうか、絵の中でいろんなタッチの方向をしていきます。もうとにかくそれを見ていってほしいなというふうに思います。そして作った色をある程度展開をしていく。いろんなところに展開していくんですね。で、現段階ではそういう展開ではなく、まず空のところだけでございますけども、そしてこれに、少しフタロシアニブルーをより濃いめにして、これじゃちょっとあかんなということで、これ紫ですね。バイオレットみたいな。で、結構この紫みたいな色を案外影とかに使っていきますので、もう印象派っていうのはね、これぐらいのちょっと、それでこれは、クリムソンレイキ的な赤みたいなのを入れました。
で、これ、またこう形をより暗いところをやっていってます。で、これはだから黒ではないです。で、黒は使わないです、印象派はね。まだこの段階はアクリル。これ簡易版ですからね、アクリルと油絵の併用ということで、タッチの方向、線で形を決めるというのと、色の塗りというのを同時にやっています。どちらかというと、なんていうのモチーフとかの質、これ多分松の木やと思うっていうことをおっしゃってましたけど、モチーフの質とかっていうよりは色彩とかっていうことを優先順位に上に上げているんですね。印象派っていうのは、木々のこうざらついた質感とかそういうことはちょっと後に置いとくというかね。で、こうもう見てください。全体に手が動き出してるでしょ。わかります？そしていろんな方向にやってるでしょ。点もあれば、長いストロークもあれば、ここです。途中だ。それで今これちょっとこう明るい色みたいなのを、なるべくですね、画面で混ぜ合わすんではなくて、パレットで混色をして、ちょっと赤みがかった色も入ってきました。ここなんです。これが皆さん同時に難しいでしょ。だからね。だからこれを現場でやれ言われたら多分僕はできると思うんですけど、皆さんこれね、こういうことを現場でできるかどうかっていうかね、そういうところもね、印象派風に描きたい、色彩を大事に描きたいという。で、それでこうちょっとこう絵の具を厚く塗っているところは少し厚く塗ってみたりとか、作家さんによってね、シスレーなんかどっちかというとちょっとこう印象派の中でも僕が見る限りはちょっとこうアカデミズムの方に寄っている作家さんなのかなっていう、モネとかも若い頃は若干そういうとこあるかなっていうふうには思うんですけど、シスレーはどちらかというとだいぶそちらの方に寄ってるように僕なんかは思ったりとかしますとかね、いろいろありますよね。で、展開画面をこう点々とこう展開しながら暗い色を、例えば今下の方に溜まってきたな思ったら左の方、右下から左の方に暗い色がいったり、そしたら今度上の方が気になりだしたり、そして長いこうストロークの線が入ったり、ちいちゃい、この辺がねライブ配信とかでもこれをやっているつもりなんですけど、なかなか難しいでしょ。そしてまた隙間のところに、もうこの段階で若干こうなんかね、ゴッホのような雰囲気ないかないか、モンドリアンの若い頃みたいな感じの絵になってきましたね。モンドリアンの若い頃の作品なんかも。で、またイエローオーカと白を入れて、地面とかを描きながらちょっと赤を入れて、これはもしかしたら、松のところの、なんていうのが、明るいところの色とかを松ちょっと赤かったりするのですね、入れていっております。じゃん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 とね、じゃんじゃんじゃんで、このタッチがもういろんなとこ行くでしょ。これ平筆使ってますけど、じゃんじゃん、これ安い平筆ですよ。安い何本2000円ぐらいのセットとか、そんなやつとかもアクリルの場合は特に、油絵でもこう使ったりしますけどね、ナイロン系の。もう僕はもうとにかくなんか描くのもずっと描いてたいというタイプの本当にちょっと病気っちゃ病気なんですけど。点々とこう展開していて、明るい色もある程度展開し、そしてこのなんかグリーンみたいなのを出しました。でこれグリーンがね、ちょっとね、なんかこうあまり言葉悪いですけど良くないというか、隠蔽力って僕よく言うんですけど、ちょっと顔料が完全薄いなっていうのがこの辺見るとなんかわかるのわかります？はい。で、青を混ぜてより濃い緑にしてみて、この緑も一箇所にあれするんじゃなくて、いろんなところにこう展開していって、シューッと長いストロークもあれば厚いところを作ってみたりとかっていう、もうバリエーションをこの段階からつけていっております。それで、いろんなところにこうね、でちょっとずつこう筆致みたいなのが細かくなりつつあって、でもちゃんとこの G 面というのも意識してるんですよ。ただただやってんじゃなくてね。ここがね、そしてこう形描きながらも塗り残ったところが影に見えてくるとかっていうこともやってたりとかしながらこう展開していってるというね、局部にはだからこの絵に関しては動画として消してしまったかなごめんなさい。いつもですね、動画を上からスマホで撮るのとカメラもう一台で撮るんですね。で、上から撮ってるやつはもう早送りにギュッとして、ショート動画とかに後ほど使えんかな思ってあれするんですけども、消してしまったかなと。結構こう動画自体が長いでしょ、重いでしょ。だからね、結構もうスマホの中から捨ててしまうんですね。はい。しまったな。残しとけば展開をずーっとこう画面の中、手がずーっといろんなとこ動き続けます。
ここなんですよ。で、動き続けつつも、そのタッチとか、画面の中で長いストロークがあったり、短いタッチがあったり、そして1個の色を作ったら、一部だけで使うんじゃなくて、ちょっと多少全体に使っていくような感じで、描いていきます。で、ちょっと黒く見えますけど、これは黒ではないですよ。水色、プルシャンブルーみたいなのと紫を混ぜたぐらいのが一番暗かったりとか、もしかしてバントシェナみたいなのを少し入れてるかもしれませんけど、あんまり真っ黒にならない、本物とか見ればちょっと分かったりすることもあるんですけどね。で、ちょっとこの辺は筆致を厚く塗っていって、アクリル絵の具で、そして線的な動きもあれば、乗せるような動きもあれば。で、混色に関しては、もう大原則としてパレットの上である程度しっかりやると。で、あんまり混ぜすぎんでもいいかなという印象派の場合も2色ぐらいで、それでなんか水色みたいなのがなかなか出んかったから、なんか空色みたいな絵の具の名前は覚えれません。はい。これはお夫婦さんのやつを久しぶりになんか使ってます。ピッ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 。ピッ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 。ピッ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 って。で、この辺なんかちょっと筆致が絵の具の厚みみたいなのが少し出てきて、そのタッチも、やってるの分かります？で、その一箇所ではなくて、何箇所かに展開していきながら、空なんかもある程度いろんなところを見ながら描いていく。これはなんか受験を結構やってきた人間は、ある程度これできるというか、高専と途中段階で試験が終わっても、ある程度のものに見せるためには、こういう描き方っていうのは推奨されるんですね。推奨される。てん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 とてん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 明るい色に関しても、ちょっとだからこの暗い色も若干グレートーン、濃いグレートーン、黒ではない。黒を比較としてどっかにベッと置いといてもいいですけどね。背景の木周りの木のところは黒なんですけども、だいぶ汚れてきて真っ黒ではなくなってきていますんで、それも比較の色にはならんかなとは思いながら、何言ってるか分かりました。何言ってで、これはクリムソン冷気系みたいなのかな。ちょっと茶色系みたいで、ちょっとずつ筆致みたいなのが徐々に解像度がちっちゃくなっていって、いろんな色の点、赤があったり青があったり、ブルーグレーがあったり、赤グレーがあったりとかっていう風に展開していって、少しずつ密度が上がってきている。そしてこの、手前の方のなんかあれもスウェーデンのシダ系なのかななんかがあってとかっていうこととかですね。こういう風に全体的に。いやなんかやっぱり印象派、この辺なんかブルーっぽい感じの色とかをね、てん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 と少しずつてん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 と。ここはね、ちょっと水を多めにした。基本的に今まで全部水は少なめできましたけど、水を少し多めにして、もう一回影の形みたいなのが地面にどういう風に沿ってるかなっていうのをもう一度作り直している作業みたいなのを水を多めにっていうことでやっていったりとかしながらですね。てん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 と、ちょっと早送りでもお見せします。早送りで見せた方が、書いているタッチとかよりは、画面全体に手が動いているというのはすごく分かりやすいはずなんですよ。ね、ほら、ペッペッペッと、ね、こっちの方行ったらまた、右下の方行ったとか、こういう風にもう、カットせんかったらよかったね。じゃあ、その手の動きもシャーとかあったり、絵の具ちょっと厚く塗ったり、でバリエーションを作っていくと。で、ここから油絵の具使います。ちょっと今回併用しました。油絵の具の良さっていうのはアクリルよりももうちょっと微妙な複雑な色が使えて乾きが遅い。けどもうなんかね、1日でこれは終わらそうと。1時間で6号ですけど終わらせました。で、乾いてる上に、ちょっとグレージングみたいな感じで、これは、ライブ配信でも途中で一回やったんですけど、若干の半透明みたいな色をかけることによって、明るいところをちょっと沈ませて、暗いところを少し明るくするというような効果を持って、ほんの少しコバルトグリーンみたいなのと、スーパーマゼンダみたいなので、ちょっと半透明ぐらいの色をわーっとかけてきました。要は、紫っぽいグレーみたいなのをすぐかけてきました。こういう作業をワントーンしてあげるっていうのは意外と皆さんにとってはええんかなとふと思いました。
印象派風に描いた人たちの問題点っていうのがほとんどの人が同じなんですけど、まず一つは暗いところを暗く描きすぎてしまう、要はキアロスクーロという明暗法に頼りすぎてしまうところがあるんですね。でもそれよりも色彩を出していくっていうのが印象派なので、そこのところを明るくするっていうのと、明るいところ生の白に近いぐらいの色に見えてしまうんですよ。でもちゃんとここが光が当たってるからこうやっていう風に見えないで点々点々って白が展開してしまっているので、それをワントーン落とすという作業をしたということでございます。そしてこうやってね、こう全体に手が展開しながら、多少こう密度を上げるところを多少こう密度を上げていった。これが絶対的な書き方じゃないと思いますけども、現段階で私なりに4年間もいろいろやりながらも印象派風も多分もう7、8本上げてると思うんですけど、一番いい方法ちゃうかなと思ってます。皆さんがある程度こう成功するためのね、成功体験ができるための一つの方法として、この方法がいいのかなというふうに思いました。と。もちろんね、もっと密度上げてもよかったんですけども、なんかこの日はちょっとイライラしていたので、もう1時間ぐらいで終わりました。ちょうど朝が来て、朝5時ぐらいからこれやってたんですけど、6時ぐらいにチビが起きてきたので、もうこれぐらいに今日はしておこうという。でも逆にタッチがしっかり残っていて、それでもこう引きで見たりこうしたらちゃんとこう地面に見えつつあって木がこう、でもそれだけ複雑なこんなね、写真を元にね、描いてらっしゃるので、でこの辺のこう鮮やかなこう新緑の緑みたいな、どちらかシダかなんかの緑みたいなのも少しこう描いていきましたね。でこのパレットを元にこの日はライブ配信でもやろうかなと思ったんですけど、なんかイライラしてたっぽいんで結局やめとこうと思って、いらんこと言いそうな気配、怒ってるわけじゃないです。ちょっとイライラして何かは言わないですけど、で点々とこう画面の中を展開していきました。こう色彩的なものとか印象派が好きやとかっていうことの方に寄っていきたいという人はなんか参考になる動画かなというふうに思いますし、一度ちょっとやってみようかなと。形とかもね、いろんな方向で出してるの分かります？なんていうの？ものっていうんじゃなくて、やっぱ同価値で見てるんですよ。背景も余白とかね、バックとかって言わずに、ここです初心者の人が陥りがちなっていう3つの穴という動画を上げてるんですけど、すごい僕なりには今一つのあれかなと思って、僕なりのこう評価かなと思って上げたんですけども、で全体にこういうふうに明るい色も含めて展開していきましたということで、ありがとうございました。なんかぐちぐち言ってましたけどもね、こういうのぐちぐちも許していただければと、400本ぐらい上げてればね、絶好調の時もあれば、絶不調の時もあれば、この絵描いてる、これ早送りで、これまた見たらね、油絵ですけど、こう展開していきますよということを言いたいですよ。で、混色もね、ヴィンテージこの色使って、この赤系使って、もうちょっと暗い色使ってということでございました。印象派風に描くということも、私も人間ですからね皆さんお許しください。そしてこのいいリクエストというわけじゃなかったですけど、非常に面白い写真提供いただいて、基本的には僕人の写真使うなって言ってますけど、これアンサー動画ということでお許しいただければと思います。そしてサインを入れました。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録してない方、ぜひグッドボタンよろしくお願いします。メンバーも待ってます。では。チャンネル登録チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。